今6月に入りまして日差しも非常に強くなっておりますので光合成がすごく進んでます。動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね6月の必須作業追肥作業をしにこちら15アールの畑の方に来ております。本日は6月の13日木曜日、最高気温は29度、現在の気温は約26度となっております。まずね、最初に畑の状態がどうなっているのかっていうのをですね、軽く紹介させていただいて、今回利用するですね、肥料を紹介し、そして作業をしていきます。じゃあ作業前にですね、軽く今畑がどうなっているのかっていうのをお見せします。15アールの畑ですね、昨日ようやくですね、誘引作業の方が完了いたしました。うちの父親とやって日数的には5日半かかりました。結構やっぱ大変でした。状況的にはこんな感じ、もう結構伸びましたね。何センチあるだと今ちょっとスケール持ってきてないんですけども、まあ20センチ20センチなので50センチぐらいかな。着火の方もねしっかり12345個かな、5個見えているような状態になってますね。ではですね、6月の追肥作業に利用いたします肥料の方を紹介させていただきます。今月はですね、こちらの方の化成肥料を利用していきます。固形35プラス小粒タイプを利用いたします。NPK の配合率は10、10、10になります。この袋の容量は1袋20キロとなりますので、全てですね、窒素、リン、カリの配合は2キロずつという状態になっております。毎年ですね、うちはこちらの固形35プラスの方はお礼肥ですね、10月に行いますお礼肥の方で利用しておりますけども、毎年この時期ですと有機化成肥料10、10、10というコメリさんでですね販売をしております黒色の粒のですね毎年利用してるんですけども、肥料がですね毎年高くなってきておりまして、今年はね若干落ち着いたんですけども、同じ10、10、10なんですけど、こちらの方がですね若干お安いので、お値段で今回はこちらの方に変更いたしました。正式名称は流状固形35プラスになりますね。特徴からですね申し上げます。良質な天然腐食、木質泥炭に肥料成分を吸着結合させ流状した作物と環境に優しい肥料です。高肥を持続させる天然腐食に加え、土壌で速やかに拡散する水溶化腐食を新規に配合したので、作物の根張りを促進して健全育成、安定多収、品質向上が期待できます。水溶化腐食は土壌中で移動拡散して広範囲に根に活力を与え再根を増やします。天然腐食と水溶化腐食の働きによりリン酸やカリの持続的な高肥が期待できますというふうになっております。中身的に見ますと、アンモニア性窒素が 10%、 そして可溶性のリンが 10%、 うち水溶性のリン酸が 5%、 水溶性のカリが 10%で、窒素がですねアンモニア性窒素となっておりますので、即効性のある肥料というふうになりますね。まく量ですね、これはですね元肥にも利用できるんですけども、今回はですね追肥で利用いたします。ちなみに元肥で果樹の場合ですとだいたい10アールあたり60キロ3袋ですね巻いてくださいとなっております。追肥の方に関しては実は果樹の部分はこれ書いてないんですよ。水筒で20キロから40キロ、野菜果樹で4袋80キロから100キロとなっております。これいつも思うんですよね。この場合追肥は果樹茶も同じというふうに考えればいいのかなっていつも思ってるんですけども、これ実際に農協の方からですねこの肥料を使う場合は10アールあたり1袋から2袋にしてくださいというふうに資料がありますので、私の方もですね1袋というふうにさせていただいて、今回は15アールの畑に来ておりますので 1.5 袋30キロですね巻いていきます。以前のね肥料の巻く時に私この手が小さいんで1つかみこのぐらいになりますよってちょっと動画出させていただきましたけども、こちらの方の肥料もねだいたい1本の木あたり4つかみぐらいですね巻いていって、もしね余ったら弱そうなところにですね追加で1つかみとか2つかみ追加して巻くような状態にしていきます。じゃあどのぐらい掴んでるのかっていうのは、以前のこちらの動画でですね私説明していますので、気になる方いらっしゃいましたら是非ですねそちらの方をご覧いただければと思います。じゃあ中身の方ですねどうなっているのかっていうのをですねお見せします。カッターがこれしかなかった。
そうですね、今誘引作業の途中なので、誘引の道具の方にですね、いつも使ってるカッター入れてるんですね。今よくよく考えたら。でしかも今父親の方にですね、誘引作業の方をお願いして、今ハウスですね、雨よけハウスの方をしておりまして、私は田んぼの方のですね、中干しをもうしないといけない状態になったので、セカンドチャンネルの方にもね、ちょっと映像を上げさせていただきましたけども、溝切りですね、田んぼの溝切り作業をしています。今日もね、これ巻いたら溝切りあと1枚残ってるんで、溝切りできる状態か確認して、できるなら溝切りをしていきます。すいません、余談でしたけども。よし、では中身の方ね。こっちはちょっともう刃を変えないと切れ味が悪い。はい、中身的には S604 ほどではないですが、比較的白っぽい、グレーですね、ネズミ色の肥料になっております。はい、こんな感じの肥料。小粒タイプと言われてるだけあって小粒ですが、ほぼ S604 と粒の大きさは一緒っていう感じですね。じゃあ1袋半なので、まずは入れていきますか。今6月に入りまして、日差しも非常に強くなっておりますので、光合成がすごく進んでます。なので肥料ですね、切れやすくなりますので、肥料切れしないようにですね、皆さんの方もぜひですね、追肥の方をやってみてください。本当は10、10、10にやってますけども、もう少し強めでも大丈夫かなと正直思ってます。今のね時期6月7月にですね、ぐんと伸ばしておかないと収穫量がですね減ってしまいますので、この6月7月が正直言って勝負ですね。はい、ではですね、巻いていきます。施肥作業の方ですね、完了いたしました。残りの畑はですね、今から施肥作業をしていきます。北陸地方ですね、まだ梅雨入りはしておりませんけど、気温がですねもう日に日に高くなっておりまして、先ほど言いました通りね、今日は29度、明日からですね30度という予報が出てたりしておりますので、もう真夏日の方になってきておりますので、作業する上においてもですね、かなり暑さ対策をしてやらないといけないという状況になってきました。皆さんもね、外で作業されることはあるかと思いますけども、ぜひですね、熱中症対策ですね、しっかり行っていただいて、あまりにも暑い時は無理せずですね、休んで涼しくなった時を選んでですね、作業していただければと思います。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。